いつもマーニャンガレージをご視聴いただきありがとうございます。今回は先週作業したヒーターコアからの冷却水漏れ対策の続きです。先週、ヒーターコアへ行く配管にゴムプラグを差し込んで冷却水漏れを止める処置を行いました。その作業中にパイプ側の錆腐食が見つかりました。私はワイヤーブラシでパイプの錆をできるだけ除去してから錆除去液も使いました。キッチンペーパーに錆除去液を含ませてパイプに数分間巻きつけました。このパイプはウォーターポンプとヒーターバルブを接続しています。ここもかなり高圧で水圧がかかる場所ですから、しっかり直さないと冷却水漏れを起こしてオーバーヒートの原因になってしまいます。パイプの錆はかなり取り除くことができました。腐食により表面は凸凹がたくさんできていました。この表面の凸凹穴にゴムホースが食い込んで水漏れしなければこのままでも良いかもしれません。そのままだとまたすぐに錆びてくるので錆予防のために錆転換剤を塗りました。錆転換剤を塗った後、パイプの表面は凸凹になっているのがよくわかります。パイプに冷却水ホースを接続して漏れてこないことを願って出勤しました。駐車場に停めてボンネットを開けてパイプの接続部分を見てみると、初めは全く漏れてなかったので成功したと思いました。しかしエンジン停止後5分ほど様子を見ていると冷却水がポタポタと滴下し始めました。190E はエンジン停止後ウォーターポンプによる循環がなくなってから熱いエンジンの熱で冷却水温度は15分間くらい上がります。エンジンをかけている時よりも高くなります。そのため冷却系統にかかる水圧はエンジン停止後から15分間が最も高くなり、弱い場所から冷却水漏れが発生します。とりあえずホースバンドの増し締めにより滴下は止まり、滲む程度に改善しました。今回ゴムプラグの取り付け作業をするまではここから冷却水漏れはなかったです。錆だらけのまま今まで漏れてなかったのは運が良かっただけでしょうね。しかしやはりパイプ表面の凸凹を何とかしないとダメですね。このパイプはこの先ではヒータースイッチに接続するためにまたゴムホースで配管されています。パイプごと取り外し交換や溶接による作り直しは割と簡単に可能です。しかしヒーターコアからの漏れを止める処置をしたパイプに費用をかけるのも嫌ですから、何とかこのまま補修する方法を考えます。ワンパー用のエポキシ樹脂パテを塗布してパイプの凸凹を穴埋めしてみることにしました。平らなヘラで白いエポキシ樹脂パテを塗るとかなり広範囲にわたり表面が不正になっていたことが分かりました。穴埋めせずにホースをつないだら水漏れするのは当たり前でしょうね。エポキシ樹脂は硬化すると少し肉痩せするので重ね塗りしました。黒い部分が腐食してないオリジナルの高さをキープしていた部分になります。陥没している部分がつながっているのがよくわかります。安易に液体ガスケットをこの部分に使うと非常に高圧になった時にすっぽ抜ける原因になります。パイプにはホースバンドをかける部分に幅があり余裕があったのでホースバンドは2つつけてみました。水温は上昇し80度になりましたが冷却水漏れはありません。ここでもう一つついでに紹介しておきたい 190E のメンテナンスポイントがあります。190E ではラジエーターファンは100度になるまでスイッチが入りません。よく整備工場の人にラジエーターファンが空回りして作動していないよと心配されます。190E は直列エンジンですが
ハンクラッチというレンジクラッチがあり、これは100度になるまでオフになり、ラジエーターファンにクランクシャフト回転は伝わっていません。まだ100度に近いこの状態でもラジエーターファンは回ってません。羽を手で触ると止まります。もうすぐ100度になります。190E の仕組みを知れない人だと、こんなに水温が上がるのは異常だし、ラジエーターファンが回ってないので故障だと思うのは普通です。このラジエーターの前にある電動ファンは、エアコンをつけた時にガス圧が上がると作動します。今カチッと音がしましたね。この音がラジエーターファンクラッチがオンになった瞬間の音です。ちょうど100度でオンになりました。大きなラジエーターファンが回ると大量の空気が外からラジエーターに吸い込まれていきます。ラジエーターファンが回り始める時の水温計です。真夏の渋滞中でもここから水温はどんどん下がっていきます。190E のエンジンは水温が80から100度の間にある時に最適な燃焼状態になります。そのため高温を効率的に維持するために冷却水システムには140kPa という一般的な自動車のシステムよりも 1.5 倍くらい高い高圧設計になっています。ラジエーターファンがオンになって2分後です。水温は下がってきています。エンジンを停止しました。熱により冷却水が膨張して水位が少し上がっています。冷却システムも停止したので、これからエンジンの熱によりさらに冷却水の温度と圧力は上がっていきます。冷却水ホースが圧力ですっぽ抜けたり漏れてくるのはこのエンジン停止後の20分間くらいに起きやすくなります。作業したパイプからの漏れは今のところありません。もうしばらく様子を見ていきます。パイプからの冷却水は全く漏れてなかったので、修理はうまくいきました。190E では、普通の車のようにわざわざ圧力負荷をかける道具を使って冷却システムの漏れを調べる必要はありません。水温を100度まで上げてからエンジンを切れば、それで圧力負荷検査ができます。しかしながら、スポーツカーでもない普通のモデルの 190E なのに、かなりコストや故障リスクが高くなる高水圧設計になっているのは、正直なところ困ります。もっと普通のカローラみたいなエンジン噴射システムや冷却システムなら信頼性も高く、修理費用も安くなるのに、困った車です。でも、それがリスクをとっても先進性や独自の技術的野心にチャレンジしていくメルセデス・ベンツの特徴なのかもしれません。